今日は3匹のラットを連れて病院へ行ってきました。その様子を1匹ずつお伝えしていきたいと思います。まずは麦ちゃんです。数日前から排泄物とは違う強い悪臭が気になっていました。最初はケージの中から匂っていると思ったのですが、昨日抱っこした時にその匂いの元が麦ちゃんからだと気づきました。また2ヶ月ほど前から首に小さなしこりがあり、様子を見ていましたが日に日に大きくなっていました。先生に詳しく見ていただいたところ、陰部に大きな腫瘍が見つかりました。これはレントゲンではなく目で確認できるもので、私も一緒に確認させてもらいました。先生のお話では、この腫瘍は手術で完全に取り切ることが難しいため、お薬で進行をできるだけ遅らせる治療を行うことになりました。今回は2種類のお薬を処方していただき、1週間後に再診予定です。また首のしこりは陰部の腫瘍と関連している可能性があるそうです。ただリンパ節と関係しているかどうかは現時点では判断できないとのことでした。これは今日いただいた薬を早速麦ちゃんに与えているところです。で、自分ではお腹も腫れているように思って先生にそのことも話したんですけど、先生は特にそれは感じませんっていう所見でした。次は麦ちゃんの娘おにぎりです。2024年12月20日生まれです。1週間ほど前から突然ふらつくようになり、めまいを起こしているかのような様子で歩けないことがありました。食欲も落ち、自分から喜んでご飯を食べることがほとんどなくなり、元気がなくなっていることを先生にお伝えしました。今はデビフのささみ&レバーミンチだけはなんとか食べてくれるので、それを与えています。診察では失明しているかどうか現時点では分からず、足には特に異常はありませんでした。一方で膣の部分がかさぶたで塞がっていて、それを取り除くと大量の織物が出てきました。触診ではお腹の中に大きな腫れはないようで、今回は炎症を抑えるお薬を8日分処方していただきました。診察中もおにぎりは泣くこともなく、性器が感じられないほど弱っている様子でした。先生からは8日後の受診を予定していますが、それまでに急激な体調の変化があれば予定を待たずにすぐ来院してくださいと言われました。最後はもかちゃんです。2024年4月17日生まれ。これまでに2度の腫瘍手術を経験しています。2ヶ月ほど前から背中にかさぶたができていて、なかなか治らないため見てもらいました。診察の結果、喧嘩や引っかき傷などが原因と考えられ、現時点では大きな心配はないとのことでした。炎症止めを飲むほどではないため、お薬は使わず自然に治るのを様子を見ることになりました。3匹ともそれぞれ違う症状での受診となりましたが、少しでも穏やかに過ごせるよう、これからも体調の変化をしっかり見守っていきたいと思います。また何か変化がありましたら動画でお知らせさせていただきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。